玄関には造作のシューズブロックを設けました。下駄箱を置くよりも玄関を広く使うことができて、収納容量も大きいため片付けがしやすくなり、玄関周りをいつもすっきり見せることができます。ホールにはスリッパや掃除道具なども片付けられる収納を設けることで、部屋の中で使うもの、外で使うものを分けておけるため便利です。ナイフを可動なのすることで、用途に合わせた棚の高さ調整が可能となり、固定棚と比べると収納量を増やすことができます。LDK との間仕切りには全面ガラスの引き違い戸を用いました。東側玄関で玄関ホールに明かりを取り入れることが難しい間取りなので、 LDK との間を全面ガラス入りの引き違い戸とすることで、リビング側からの光を玄関ホールに届ける工夫を凝らしています。リビング全体としては間仕切りを設けず、オープンな LDK プラス和室とし、自然の抜け感を出すことで空間を広く見せています。ただし、その中でも構造上必要な柱以外にあえて柱を立てることや和室を一段上げることで各スペースを緩く間仕切っています。インテリアコンセプトであるヴィンテージ&ラグジュアリーの雰囲気を高めるため、リビングのテレビボードを創作家具としてテレビの背面となる壁面を LDK フローリング材と同一の素材で飾ることや、こだわってチョイスした海外輸入の階段アイアン手すりの採用、さらには照明器具のセレクトにも力を入れてコーディネートしました。キッチンはオープンな雰囲気を出すために余計な壁などを取り払ったアイランドキッチンとしています。キッチンの周りを回遊できるので、大勢でキッチンを囲って料理をしながらのホームパーティーなどをイメージしやすい間取りとなっています。しかし、オープンな間取りは見た目には開放的で部屋を広く見せるなどのメリットがあるのですが、その反面収納が少なくなるというデメリットがあります。そこでキッチン全面を全て収納とすることで収納力の不足を上手にカバーしています。この間取りでは幅 3640mm のカップボードを設けることができたので、上部スリット棚をなくしてさらに開放感を持たせました。スリット棚をなくすことで不足しがちな収納力はカウンタータイプ大型カップボードでカバーしています。幅が 3640mm あると家電の収納力に優れ、家電を置いて余ったスペースは見せる収納や作業台として利用することもできます。キッチンはパナソニックのラクシーナを採用しています。手元にコンセントを設けることができるので、ハンドスプレッダーやミキサーなど調理用家電をキッチンで使いやすくしてくれています。 IH クッキングヒーターは横並びの3つ口 IH を設定することで大型の鍋やフライパンを使った料理がしやすくなり、コンロの手前側に作業スペースが生まれ、一般的な IH クッキングヒーターより調理がしやすくなっています。パントリー内部の棚の配置を最適化し、約1畳しかないパントリーですが、収納力を最大化することにより使い勝手が良く大容量の収納となっています。キッチンと横並びになったダイニングテーブルは調理している際の作業スペースとしても使いやすく、またお子様がダイニングテーブルで学習している際も学習状況が確認しやすく人気です。配膳や後片付けもしやすく、
ッチン横にダイニングテーブルを持ってくるレイアウトを希望される方が多くなってきています。可動式のダイニングテーブルは和室の座卓と連結できるようにしています。つなげることで大きな1枚のテーブルとなりますので、ホームパーティーと大人数でダイニングテーブルを囲むようなシーンで大活躍します。和室は足元に玉砂利を敷くことで和テイストを演出し、小上がりとすることでダイニングテーブルと座卓をフラットにつなげられるよう設計されています。座卓は掘りごたつとしていますので、長時間座ってくつろいでいても疲労感がなく使いやすい和室となりました。窓の前には座卓として使えるカウンターを設け、ちょっとした作業スペースとしたり本を読んだりするスペースとしても活用できます。階段横にはヴィンテージデザインの造作収納を設け、収納力を向上しつつデザインの質感を高めています。単純に内装建具としシンプルに収納をとってもいい場所ですが、一手間かけて造作家具とすることでデザインコンセプトであるヴィンテージ&ラグジュアリー感を高めています。階段下のスペースにはドッグルームを設けています。犬種にもよりますが、犬は基本的には狭くて低いところに入りたがる習性があり、階段下のスペースなどは特に喜んで使ってくれますので、犬をペットとして飼う際はおすすめです。洗面台は造作洗面化粧台としラグジュアリー感を演出しています。洗面台家具はオープンになっていますので、座って洗顔やメイクなどもしやすくなっています。横幅の広い三面鏡はメイクや洗顔などにも利用しやすく、また家具がオープンになっている収納力不足を三面鏡背面の大型収納でカバーすることができています。洗濯機を洗面立て室からユーティリティに置くことで洗面立て室の生活感を消し、ラグジュアリーな雰囲気をキープすることができます。ユーティリティルームは洗濯関係の家事を一部屋で終えることができるよう、物干しや乾燥機など家事が楽になる便利な装備を用意しました。浴室は少し大きめの 1.25 坪としつつ、浴室全体の配色をモノトーンとし、洗面化粧台とトータルでコーディネートすることでホテルライクな水回りとしています。たくさんの色を散りばめるように少ない色数でシンプルに見せることで高級感を高めています。全体をダークトーンプラス木目でコーディネートすることでヴィンテージ感を演出していますが、あまり男前になりすぎないよう照明のトーンを電球色とすることで柔らかさを出しています。通常の階段サイズより 100mm ほど幅を広く取った階段はすれ違いやすく上り下りしやすい階段となっています。また殺風景となりやすい階段室に
ニッチやエレガントなクロスを設けることで華やかな空間としています。階段を上りきったところに間仕切りを設けることで LDK からの暖房が上層階に抜けてしまうのを防ぎ、冷暖房効率を上げています。階段を上りきったスペースには家族全員が集まれるキッズルームを作り、雨の日や外出禁止時などでも体を動かせるボルダリングスペースとしています。モデルハウスはボルダリングスペースとしていますが、兄弟で並んで学習するスタディスペースやセカンドリビング的な使い方ももちろん可能です。女の子が使う部屋をイメージして作られた子供部屋は8畳の広々とした空間としています。建物全体をヴィンテージ&ラグジュアリーという内装コンセプトからは外し、女の子っぽい可愛い雰囲気を出しています。ヌックをご存知でしょうか。秘密の隠れ場所的な意味なのですが、子供の頃押し入れや狭いスペースで秘密基地ごっこなどドキドキしたことはありませんでしたか。1畳のスペースの天井を下げ、そんな雰囲気を味わえるヌックを設けました。子供の子の部屋も8畳の広々としたスペースを設けています。こちらの部屋も全体のインテリアコンセプトからは少し離れ、子供の子っぽいイメージでコーディネートしています。家全体を統一コンセプトで仕上げるのはもちろんかっこよく可愛い家を作る条件の一つですが、メインコンセプトがダークトーンやシンプルすぎる場合はメインコンセプトで子供部屋をコーディネートしてしまうと少し大人っぽくなりすぎるだろう。子供部屋だけは外してコーディネートすることもよくありますので参考にしてください。女の子の部屋にヌックを作ったように男の子の部屋にはロフトを設けました。ヌックも隠れ家っぽい雰囲気を出すのに役立ちますが、少し低めのロフトも秘密基地っぽくてお子様には大人気の間取りとなっています。2階の洗面化粧台は広々としたスペースを設け、お化粧しながらも洗面台を使えるような提案をしています。2階トイレは黄色の壁紙で華やかで明るい雰囲気にしています。便座にはパナソニックのアラウンドの採用、勝手にお掃除をしてくれる機種となっていますので、家事の負担を軽減してくれます。メインとなるベッドルームのインテリアは LDK と同じくヴィンテージ&ラグジュアリーな雰囲気でまとめました。腰掛や床、天井の一部にダークモードの埋め持ち、壁紙をネイビーにすることで男前な雰囲気を全面に出しています。ヘッドボードの後ろには書斎とウォークインクローゼットへの動線を仕切るための壁を設け、枕元にニッチを取ることで高級感を高めています。また枕元のニッチは携帯や小物を置くためのスペースとして非常に便利です。書斎、ウォークインクローゼットへの動線をあえて壁で仕切ることで寝室とのつながり感を出しています。ラベルで仕切るよりも部屋を広く見せることができます。またヘッドボードの位置に壁を設けることで寝ている人を邪魔することなく作業や読書をするスペースとして最適です。
2畳半のウォークインクローゼットはさまざまなものが片付けをしやすいように収納の棚、ハンガーパイプなどを最適化しています。どこに何を収納するかイメージしながら収納の中を設計することで同じ大きさの収納でも大きく収納力が変わってきますので、見落としがちですが収納内部の棚、ハンガーパイプの設計は重要です。まだまだ魅力が盛りだくさんのモデルハウスにぜひご来場ください。